つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。夏になると堤防やサーフでは夏キスを狙う釣り人の姿が増えてきます。手軽に狙えて、しかも釣って楽しい、食べて美味しい、そんな魅力が詰まったターゲットがシロギスです。ですが、こういった声もよく耳にします。遠投してるのに全然当たらない。隣の人ばっかり釣ってる。砂浜に行ったけど反応ゼロ。実はそれ、投げ方ではなく場所が原因かもしれません。今回の授業では夏キスを確実に釣るためのポイント選びに特化して徹底解説していきます。本日の結論です。夏キスが釣れる場所には必ず変化があります。変化とは駆け上がり、離岸流、海藻の境目、潮通しのいい場所、餌が集まる地形、砂浜でも場所を少しずらすだけで釣果は全く変わってくるんです。本日の目次です。夏キスってどんな魚？なぜポイント選びが大事なのか？釣れる5つの地形。逆に釣れない NG ポイントとは？潮と風、人の動きの読み方。シロギスの1年、季節とともに生きる白き魚。それでは順に見ていきましょう。夏キスってどんな魚？シロギス。正式にはシロギスと書く全長15センチから25センチ前後の砂地に住む魚です。主に太平洋や日本海の沿岸部、砂浜や堤防などに多く、群れて回遊する性質があります。特に水温が20度から25度に達する6月から8月は活性が高まり、夏キスシーズンの真っ只中です。白く美しい体、細長い体型、底の餌を狙って泳ぐ底物らしい習性。その上、警戒心が薄く、日中でも釣れる。だからこそ誰でも楽しめるターゲットなんです。なぜポイント選びが大事なのか。例えば、広大な砂浜で目印のない場所に適当に投げても当たりがない。そんな経験ありませんか？それもそのはず、キスは広い海の中で特定の変化のある場所に集まりやすいのです。どこにでもいるわけではなく、そこにいる理由がある場所に群れている。だからこそ、まず大切なのは、どこに投げるか、どんな道具よりも場所選びが釣果に直結するんです。釣れる5つの地形。駆け上がり、ブレイク。海底が一段深くなる地形。餌が溜まりやすく、キスの通り道になります。投げてずる引きしていると、急に重くなる感覚。それがブレイクのサインです。特に約40メートルから60メートル付近にいることが多く、その付近で当たりが集中します。離岸流、リップカレント、沖へ向かって水が引かれる流れ、波が抜ける筋のような場所で、見た目は泡が少ない筋です。ここでは海底が削られて深くなっており、餌も集まりやすい。キスもそこを回遊する確率が高まります。河口周り、淡水と海水が混じる汽水エリアは小さな甲殻類やゴカイなどが豊富。キスも餌を求めて集まってくる、いわばフィーディングスポットです。ただし雨の後は濁りすぎることもあるので、透明度も確認しましょう。海藻と砂地の境界。砂一面の中にポツンと海藻体がある。そんな場所、意外と狙い目です。キスは海藻の近くに身を隠しながら餌を待つことも。根がかりに注意しながら境目の外側をずる引きで。テトラ帯や小磯の隣接サーフ。硬い構造物が隣接している場所では潮が反転したり、そこに変化が生まれやすくなります。一見釣れなさそうに見えても、その足元こそチャンスです。逆に釣れない場所の特徴。さて、どんな場所が釣れにくいのでしょうか。それはズバリ、遠浅でそこに変化がない場所。護岸が続いて潮通しが悪い場所。ベタなぎで潮が動かないタイミング。釣り人が密集しすぎているエリア。こういった場所では餌も魚も集まりにくく、当たりすら出ないことが多いです。ポイント選びは引き算でもあるんですね。潮と風、人の動きにも注目。釣れる地形を見つけたら、次は潮と風のタイミングです。理想は中潮から大潮の下げ始め。追い風で仕掛けが流されにくい。一
人が少なくプレッシャーが少ない時間帯。さらに現地で釣れている人の動きにも注目しましょう。よく釣っている人の投げる方向、距離、当たりの出るタイミングには必ずヒントがあります。シロギスの1年、季節とともに生きる白き魚。シロギスが1年をどう生きているのか、その暮らしのリズムを季節ごとに見つめていきます。海の底で静かにきらめく小さな命。白く透き通るその体には、春、夏、秋、冬の物語が詰まっています。シロギスは成長状態は地域によって異なりますが、おおむね1年で体長10センチメートル、2年で14センチメートル前後に成長し、3年で20センチメートルを超え、5年から6年の寿命となります。春、目覚めと命の準備。冬の深場でじっとしていたキスたちが水温の上昇とともに動き出すのが春。岸寄りの砂地に移動し始め、やがて産卵の準備を整えます。シロギスは春から初夏にかけて産卵を迎え、砂底の安全な場所に卵を産み落とします。この時期のキスは浅場と深場を行き来しながら群れで回遊するようになります。夏、最も活動的な季節。夏はキスが最も活発に動く季節。水温20度から25度。日差しが海底を温めると、キスたちは一斉に浅場や砂浜や堤防周りへと接岸します。餌を食べ、泳ぎ、仲間と行動を共にしながら群れで広い砂地を移動します。この頃、釣り人にとっても夏キスシーズンの到来。投げ釣り、ちょい投げ、ルアーでも狙え、数もサイズも出やすい、いわば黄金期です。秋、深場への旅立ち。秋風が吹き始めると水温が下がり始めます。キスたちは夏のように岸には寄らず、少しずつ深場へと移動していきます。産卵を終えた個体は体力を回復させながら次の年に備えて体を整えます。この時期の鳥花は場所によってムラがありますが、サイズの良い居残りキスが釣れることもあります。冬、静寂の底で。冬、キスは水深10メートルから30メートル以上の深場へ。水温が下がり、餌の量も減るため、活動は最低限に抑えられ、じっとしている時間が増えます。釣りで狙うには、船や掟が主流となり、数は出ませんが、脂が乗った冬キスが釣れることも。この静寂の季節は、次の春の目覚めまでエネルギーの蓄え期間でもあるのです。こうしてキスは1年をかけて季節の波を感じながら生きている魚です。春に目覚め、命をつなぎ、夏に育ち、元気に泳ぎ回り、秋に備えを整え、冬に静かに眠る。その姿は小さくともたくましく、自然のリズムとぴったりと重なっています。そして私たち釣り人がその姿を見つけられるのは、ほんの一瞬の旬の時間。だからこそ出会えた一匹を大切に、次の季節へと思いを馳せながら釣りを楽しんでみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。夏キスを釣るためには変化のある地形を見極めることが最重要です。駆け上がり、離岸流、河口、海藻周り、小磯周り、投げる前に周囲を観察し、地形の変化を感じながら釣りをすること。さらに反応がなければすぐ移動するという決断力も重要です。遠投力よりも読む力。この考え方が夏キスの釣果を大きく変えてくれます。今回は夏キスを釣るためのポイント選びに特化して、地形や潮流、人の動きまで含めた攻略法をお届けしました。釣りって学べるでは、釣りがもっと楽しく、もっと釣れるようなサポート動画をお届けしてまいります。この動画があなたの夏キスの釣果につながれば嬉しいです。それではまた次回の授業でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。